俺は親の顔を知らない。正確に言うと覚えていない。物心ついた頃から俺が生活する場所は児童養護施設だった。3月も終わりだというのに、ひどく寒い日の朝、幼い子供を連れた女性が施設の前に立っているのに所長が気づいた。何かご用ですか？気になった所長は近づいてそう声をかけたそうだ。鈴木拓也と言います。2歳です。消え入りそうな声でそういった女性の目には涙があふれている。所長はその女性が俺の母だと思った。次の瞬間、女性は握っていた俺の手を離し、その場から走り去ったそうだ。よろしくお願いします。と小声で所長に言い残して。所長は驚きはしたが、その女性を追うことはしなかった。一緒に生活できるような状況になったらいつでも戻ってきてください。少しずつ小さくなる背中にそう声をかけたという。しかしその女性が施設を訪れることは二度となかった。かれこれ50年ほど前のことだ。中学を卒業した俺は食品加工会社に就職した。就職希望者を対象に学校で行われた説明会で、その会社の社長が一番好印象だったからだ。自分で言うのもなんだが、俺は真面目に仕事に取り組んだ。施設から出る日の前日、所長から言われた言葉を守るためだった。所長は言った。これから先、拓也を待っているのは楽しいことより辛いことの方が多いかもしれない。でも自分に与えられた役割はしっかり果たすんだぞ。そうすればきっと進む道は見えてくる。俺は父親の愛情を知らない。でも父のような存在だと思っていた所長の言葉を胸に刻んで、俺は仕事に取り組んだ。するとそんな俺の姿勢が認められたのか、15年後には一つの製造ラインの責任者を任せられるまでになった。児童養護施設ではいつも大人数で生活していたせいだろうか、俺は人付き合いを苦にしないタイプ。誰とでも分け隔てなく接することができた。しかしそんな俺にも会社内に苦手な人がいた。総務部の浜田部長だ。理由は明快。部長が極端な学歴主義者だったからだ。人の価値はどんな学校を出たかで決まるの？中卒のあなたが会社のためにできることなんてたかが知れてるのよ。製造ラインの作業方法の変更を提案した時、俺は面と向かってそう言われた。俺は言い返すことはしなかったが、怒りの態度は示したかもしれない。その一件があってからだ。部長が明らかに俺を目の敵にし始めたのは。ある日のこと、俺は数週間前に部長に提案していた製造ラインの改善策について意見を聞こうと部長席に向かった。しかし訪れた要件を告げた部長の回答に俺は耳を疑った。どうせ大したこと書かれてないんでしょ？見なくてもわかるわ。部長はそう言い放ったのだ。俺の頭に一気に血が上り、思わず大きな声で質問してしまった。あの改善策は LINE に携わる全ての従業員から意見を汲み取って検討を重ねたものなんです。それを見ていないというのはどういう了見ですか？まさか言い返されるとは思っていなかったのだろうか。部長は真っ赤な顔になって言った。前にも言ったでしょ？中卒のあなたが会社のためにできることなんてたかが知れてるって。見るだけ時間の無駄よ。俺が見下されるだけならそれ以上何も言わずに部屋を出て行ったのかもしれない。しかし部長に提案した改善策は何時間もかけて全員で考えたもの。俺は行くわけにはいかなかった。中卒の俺をバカにするのは一向に構いません。しかしどれだけの人間の思いがあの改善策に込められているか、あなたは想像できないのですか？できないとすれば人の上に立つ人間の態度としてはふさわしくないと思いますが、部長に対する胸の奥に秘めた長年の思いが爆発したかのように一気に言った。すると部長の表情が一気に冷めたようになる。そして言い放った。あなたのその発言、よーく覚えておくわ。それから1ヶ月後、俺に離島への転勤を命じる辞令が下りた。行き先は日本海に浮かぶ小さな島。うちの会社の一次加工所がある場所だったが、それまでは現地の人間が社員として採用され、本社の人間が赴任したことはなかった。島に視察に行ったことがある社員の中には、
なぜうちの工場があの島にあるのか理解できないという人もいた。現地の社員が急に退職することになったの。代わりの人間を現地採用できないからあなたに言ってもらうことにしたわ。部長はそう言ったが、俺は嘘をついていると思った。説明し終えた後に部長が意地悪そうな顔で笑ったからだ。その時ふと児童養護施設の所長の言葉が頭に浮かんだ。これから先拓也を待っているのは楽しいことより辛いことの方が多いかもしれない。でも自分に与えられた役割はしっかり果たすんだぞ。そうすればきっと進む道は見えてくる。俺が見えない何かがあるかもしれない。所長の言葉を信じてやってみるか。素直にそう思った。そう考えたことが良かったのだろうか。新幹線とバスを乗り継いで5時間。港を出港し、船に3時間揺られてようやく到着するような島で、俺はやりたい仕事を次々に見つけた。新しいことにどんどん挑戦できる環境に刺激を受けて、毎日が楽しかった。何より仕事に没頭できた理由は、現地の関係者と良好な関係が築けたからだ。そして島に来てから11年後、俺は本社に戻ることになった。戻る日の前日、島民を挙げて開いてくれた俺の送別会は、笑いと涙に包まれたものになった。本社に戻った俺は、その足で社長室へと向かった。11年間の実績を社長に報告するためだ。社長と島での暮らしぶりなどの話をしていると、誰かがノックをする音が聞こえた。入りなさい。社長からそう促されて顔を覗かせたのは浜田部長だった。部長は大して表情を変えない。おそらく社長室に俺がいることを聞かされていたのだろう。浜田部長がソファーに座ったタイミングで俺は報告を始めた。得意げに話していたけど、自分の能力を過大評価することは変わってないみたいね。社長室から出た直後、部長が俺に向かって言った。自分の能力を過大評価しているつもりなど毛頭なかった俺は、部長の俺に対する偏見が相変わらずなのを知って大いに幻滅した。この人は全く進歩していない。正直そう思った。俺がそう考えたことが表情に出たのだろうか。部長が間髪入れずに言った。その表情はどういう意味かしら。私の方針に背いてまた左遷されたいの？いえ、この会社はもう。俺はそこまで言って次の言葉を言うべきかどうか迷った。しかし隠し事をしても意味がないと判断し、部長をまっすぐ見据えていった。部長の意思で私を左遷することはできませんよ。私はこの会社の取締役の一人になったので。部長は一瞬きょとんとした顔をした後、激しく首を振った。まるで自分の頭に浮かんだ考えを打ち消すかのように。しかし次の瞬間、部長の顔がみるみる青ざめていった。そこはやはり総務部長だ。社内の事情を全て理解しているだけあって、俺が取締役になったという理由を理解したのだろう。その時だった。お、来たようですね。そう言って俺は窓の外を見下ろす。玄関口に高級車が続々と止まっているところだった。降り立った面々はつい1週間ほど前まで一緒に仕事をしていた島の仲間たち。これから新たなステージに進む節目として俺が本社に呼んだのだった。そしてその仲間たちはいい意味で見えっ張りな面々。鈴木さんに恥をかかせるわけにはいかない。その日はビシッと決めてくれよ。仲間たちの親方的な存在である船木さんはそう言っていたが、まさか黒塗りの高級車で来社するとは思ってもみなかった。どうやって調達したんだ？そんなことを考えていると、車から降り立った船木さんたちを見て俺は思わず吹き出してしまった。全員がスーツ姿だったからだ。本社の社長に公式に初めて会うのだ。当然といえば当然なのだが、俺が船木さんたちのスーツ姿を見たのはその時が初めてだった。船木さんたちは作業着がユニフォームみたいなものだったからだ。しばらくして船木さんたちが社長室のあるフロアに姿を見せた。俺の方にまっすぐ向かってきた船木さんが差し出した右手を俺はしっかりと握り返す。本社にようこそ。でも登場が派手すぎませんか？俺がそう尋ねると、船木さんはいつものように豪快に笑っていった。うちらとの関係が深い本社に初めて来るんだ。
登場は少し派手かなって思うくらいがちょうどいいんだよ。少しどころってもんじゃないけどな。俺がそう思っていると、船木さんが聞いてきた。こちらが例の人かい？そう言って、俺の肩越しに部長を見る。俺は言葉は発せずに軽くうなずいた。すると船木さんは部長の前に進み出ていった。これからは鈴木さんがこの会社を発展させる。俺たちがその手伝いをさせてもらう。部長は何も言わずに首をうなだれていた。俺はその態度を見て、部長が全てを理解したのだろうと考えた。島で働き始めた俺は、最初から本社の取締役になることを画策したわけではない。11年間必死に頑張ったことで、社長から取締役への就任を打診されるという結果につながった。着任して俺が最初に感じたのは、島が持つ海産資源がとても豊かなこと。本社に送るだけではもったいないとさえ考えた。その豊富な海産資源の販売先を開拓すれば、島の経済がもっと潤うのは確実だった。そこで俺は新規の販売方法の開拓に着手する。思いついたのは、鮮魚の鮮度を維持したまま卸せる新しい飲食店の開拓と、新たな加工食品の開発。飲食店の開拓は、その日のうちに納品できる本土のエリアを設定し、ここはと思う飲食店に飛び込み営業をした。商品については、本社に卸す数量を確保した上であれば、独自ブランドを開発してもいいという了承を得た。もちろん、新しい販路や販売方法を開拓しても、商品がなければ取引などできない。効率よく海産物を仕入れるためには、島内に複数ある漁師団の協力が不可欠だと考えた俺は、漁師団の代表に話を聞いてもらおうと考えた。しかし、最初の頃は誰もよそ者の俺の意見に耳を傾ける人はいなかった。そんなことは想定の範囲内だった俺は何度も足を運んだ。半年くらい経った頃、俺の話を聞いてもいいという人が現れる。それが船木さんだった。俺の話をずっと目を閉じて聞いていた船木さんは、俺が一通り話を終えてもしばらく目を開けない。俺はじっと船木さんの言葉を待つ。すると目を開けた船木さんは言った。わかった。俺に任せておけ。協力することを約束してくれた船木さんの動きは俺の想像以上だった。俺が散々苦労していた漁師団の代表との協力を取り付けてくれたのだ。さらに漁師の奥さんたちにも話をつけて、新たな加工品の開発にも当たる。廃棄ロスを少なくするため、それまで捨てていた部位を使った商品も開発した。数ヶ月後にはいくつかの新製品が完成して、生産体制を構築することもできた。そうなると、俺が果たすべき役割は、水揚げされた海産資源と生産された加工品の販売先をしっかりと確保すること。それまで以上に必死に取り組み、徐々に販路は順調に拡大していった。嬉しかったのは、収益が上がり、島の経済が豊かになると、協力者がどんどん増えるという好循環が生まれたこと。当然、島の工場の本社に対する貢献度も高まっていった。本社から戻ってこないかと打診されたのは、俺が島に来て10年目の夏。話はありがたかったが、俺に戻るつもりはなかった。まだまだやりかけの事業が残っていたからだ。するとある日、見覚えのある男性が島を訪れた。社長だった。ノーアポの訪問に驚いたが、その日俺は島の事業を説明し、夜は船木さんたちを呼んで宴会を開いた。社長と船木さんたちは大いに打ち解けていた。船木さんが社長に対してあまりにもフレンドリーだったので、俺は内心ドキドキしていたけれど、前向きな返事を期待しているよ。翌日の朝、社長は見送りに来た俺にそう言って船に乗り込んだ。社長が俺に言ったのは、取締役として俺を本社に呼び戻すのは自分の強い意向であること。島で動いているプロジェクトは信頼を受ける人間に継続させること。島の漁師団との関係をこれまで以上に強固なものにすることだった。君が本社に戻ることで島の人たちの生活をもっと豊かにすると約束する。社長はそう言ってもくれた。これ以上ない社長の提案に俺の気持ちは固まった。ただ一つ条件をつけた。俺が取締役になることを浜田部長には内密にしてほしいということだ。総務部長という立場上、知られないことが難しいのは百も承知。
しかし学歴主義の部長の鼻を明かしたいという思いもあった。部長が会社にとって不可欠な人間だということは私も理解しています。しかし部長が会社にとってもっと有益な人間になるためには凝り固まった価値観を取り払うことが必要だと思うんです。俺は社長に説明した。すると社長は言った。君の意見を尊重するよ。君はこの島で対極的に物事を判断する能力を磨いた。そのことも私が取締役に推す理由の一つなんだ。俺が取締役になってから会社の業績は順調に伸びた。島での取り組みが評価されて、他の島でも同じようなプロジェクトが進んだことも一因だ。俺のことを毛嫌いしていた部長も今では俺の良き理解者だ。仕事上のことだけでなくプライベートでもだけど、俺が本社に復帰して1年後、俺は部長と結婚した。俺が島に行くことになった部長、いやマリとの出来事は今2人の間でのお笑い草になっている。